おはようございます。今週も人間をやります。今日は雨ですね。天気悪っ。今日の予定を決めようと思うんですけど、僕は分単位で自分の予定を管理してるんですよ。もう2分以内で終わらないものであればもう全部予定表に入れる。そうじゃないといつまで経ってもやらないんですよね。いや、そんなことないですよ。トゥードゥーリストを作ったらやりますよっていう人がいるかもしれないです。その気持ちはわかります。なんでかっていうと、僕も前までトゥードゥーリスト作ってたから。今もトゥードゥーリストは作るんですけど、使い方がちょっと違うんですよ。というのは、実はトゥードゥーリストには弱点があるんですよね。これ何やと思います？これを聞いたら確かにトゥードゥーリストってあんま意味ないかもなって思うと思います。トゥードゥーリスト作ってる人だったら誰しも経験あると思うんですけど、ずっと放置されてるタスクないですか？もう1週間経ってもまだ残り続けてるみたいな、もうなんなら1ヶ月経っても残り続けてるとか、これ僕めちゃくちゃあったんですよね。いや、そうなんです。トゥードゥーリストの弱点っていうのは、期限がないものはずっと先延ばしにしてしまうっていうことなんですよ。期限があるものは絶対やる。もし明日課題を提出しないといけないとしたら、今日絶対やりますよね。期限があるものっていうのはトゥードゥーリストなんかなくてもやるんですよ。ってことはトゥードゥーリストってあんまり意味なくないですか？じゃあどうするかってなった時に、緊急性が低いものを予定表に入れるんですよ。何時何分にこれをやるっていう予定を入れるっていうことですね。これはタイムブロッキングって言うんですけど、これをやらない限り緊急性が低いものっていうのはずっとやらないままになってしまいます。夏休みの宿題を夏休み最終日にしかできなかった人は、ぜひタイムブロッキングやってみてください。もうトゥードゥーリストの100倍ぐらい効果あるから。というわけで今から10時半までぶっ通しで作業します。今日の味噌汁の具材は豆腐と玉ねぎです。味噌汁に入ってる玉ねぎって甘みがあってうまいですよね。てか5日ぐらい前に Amazon で本だし買ったんですよ。やけど未だに届いてなくて、 Amazon 見たら配達不可になってました。こんなん初めて見てんけど、マジで意味わからんすぎる。熱っ。で、味噌はここで溶かずに一旦放置します。で、柔らかくなってから混ぜたらいいらしい。蓋しとこう。そしたら味噌どうなってるか見てみます。もうだいぶ溶けてますね。もうこんだけになってるわ。ほぼ全部溶けてる。すごい、溶かんくても勝手に溶けてました。うめ。玉ねぎのおかげでだしにもちょっと甘みが出ますね。マジで味噌汁神。毎日のように思ってるわ。今から2時10分まで英単語の勉強します。はい、歯医者行ってきます。はい、歯医者終わったんで帰ります。アボカド買って帰ろう。鮭 40% 引きやわ。2つ買おう。鮭まだこんなにあるのにさらに3切れ増えました。一番下にしとこう。はい、こちら Amazon のギフトカードを送っていただきました。ありがとうございます。なんか入れ物めっちゃいい感じですね。じゃあちょっと前から試してみたかった塩を買おうかな。ちょうどね、海塩がなくなりそうなんですよ。塩の値段が965円。いい塩使うとね、料理がマジでうまくなるんですよね。晩ご飯です。鮭のムニエルとアボカドです。エプロン着たまんまや。いや、アボカドもっと熟してる方がいいな。わさび醤油で食べるときはもう柔らかすぎるぐらいの方が絶対うまいわ。いや、うまこれマジで。これから毎日 YouTube でウォルフ・ブリックの動画見ます。ウォルフは2016年のポケモン世界大会の優勝者なんですよね。ウォルフの動画ね、マジでクオリティ高いんですよ。もう編集がもうめちゃくちゃプロ。なんかやっぱ海外の YouTuber やなって感じなんですよね。でもう映像が2秒に1回ぐらい切り替わるから、視覚情報がめっちゃあるのもありがたい。やっぱ音だけで理解するのって難しいから、視覚情報があるのってめっちゃいいんですよね。で、ウォルフアメリカ人なんですけど、喋んのがねマジで早い。もうポケモンのアニメの3倍ぐらいのスピードで喋るんですよ。でもこの英語聞き取れるんやったら、もう多分聞き取れへん英語ないと思う。
おはようございます。よく寝た。この後雨降るみたいなんで30分だけ散歩します。かなり涼しいですね。精神整うわ。9時になったんで作業したいと思います。はい、こちら入浴剤と Amazon のギフトカードを送っていただきました。送っていただきありがとうございます。僕は毎日絶対風呂浸かるから入浴剤ってねすぐなくなるんですよ。エプソムソルトもいいんですけど気球もね好きなんですよね。てかもしかしたらこのシリーズのブラックペッパーを送ってくれた人が先週いるかもしれないんですよ。というのは Amazon でこのブラックペッパーをタップするじゃないですか。そしたらこの商品はギフトとして送られていますって出てくるんですよ。でもこのブラックペッパー僕の元には届いてないんですよ。で実は今までにもこういうことが何回かあって、これってどういうことなんですかね。マジで謎やねんな。ちょっともし送ってくれてたらかなり申し訳ないですね。はい、完成。昼ご飯です。ホットカフェラテ作っています。量少な。割合としては多分これが完璧なんですけど、この倍の量に増やすとコーヒーも倍の量になっちゃうんですよね。まあいいかこれだけで。セブンイレブンのホットカフェラテと一緒やわ。アイスカフェラテ作る時とコーヒーと牛乳の比率は全く一緒なんで、それは同じ味になるか。てかホットやったら結構ゆっくり飲むから量少なくてもいいかもな。ちょっと今日寒いんですよ。前からホット飲みたくなったんでちょっと作ってみました。さあポケモン見るか。じゃあ今日も英単語やっていきます。You try to impress me, I was summertime thinking of you. Dreaming Japanese, sound like. 今日は炊き込みご飯を作ります。で今日のキノコはしめじですね。舞茸がめっちゃ高くなってて200円するんですよ。この前まで78円やったのに。まさかの包丁ぶっ壊れてしまいました。いた。こんな感じで欠けちゃいましたね。この包丁研ぎ器で研いだらぶっ壊れた。この包丁の素材セラミックなんですけど、この包丁研ぎ器がねセラミック非対応なんですよ。僕間違えて違う包丁研ぎ器買っちゃってたんですよ。いやー非対応やったらほんまにぶっ壊れんねやな。でも実は小さい包丁も持ってるんでこっち使います。そしたら具材炒めていきます。残りの具材も全部入れます。炊き込みご飯作るのこれで何回目や。3回目か4回目かどっちかやな。もうこれでいいかな。そしたら具材を炊飯器に入れます。でここにだしですね。であと味の素。鶏肉がちょっと余ったんで唐揚げ作ります。いやいい色ですね。熱っ。あっちおい顔まで飛んできたぞ。はい唐揚げ完成です。炊き込みご飯オープン。はい完璧です。見てくださいこの具材たっぷり炊き込みご飯めっちゃうまそう。はい晩ご飯です。全部茶色いですね。手上げレッタッキャース。完璧ですね。唐揚げいきます。言うまでもなくうますぎ。自分で作るご飯なんでこんなうまいんや。さあ YouTube 見るか。おはようございます。今日はルーティンをちょっと変えて作業をしてから散歩行きます。
というのはもう昼間もめっちゃ気候がいいっていうのと、であと僕いつも白湯飲んでから散歩行ってたんですよ。で白湯ってかなりゆっくり飲むんで、散歩行くのもねちょっと遅くなっちゃうんですよね。であればもう白湯飲みながら作業したらええやんっていうことでね、今日はちょっと変えてみます。でも12月以降とかは朝に散歩することはまずないと思います。寒すぎるんで。てか11月後半も早朝はめっちゃ寒いんかな。僕今までは夏しか早起きしてないから分かんないんですよね。はい、そしたら10時半まで散歩したいと思います。太陽に当たらないと結構寒いですね。てか明日で10月終わりやん。そりゃ寒いわ。最近僕ささみの筋取るのがめっちゃうまくて、こんな感じでねめっちゃ綺麗に取れるんですよ。ささみの真ん中ら辺まで切り込み入れてますからね。ここからここぐらいまで筋あるんですよ。前から筋の両端にこう切り込み入れて抜いていくって感じですね。でこのまな板の上に落ちてる塩コショウもったいないんで、こうやってこすりつけます。こうするとめっちゃ綺麗ですね。昼ご飯です。僕 Kindle Unlimited っていうのをサブスクしてて、一部の本は読み放題なんですよ。で昨日味噌汁の本読んでたんですけど、どれもめちゃくちゃうまそうで、ちょっとこれからいろんな味噌汁作ろうかなって思ってます。マジで味噌汁が一番うまい。あさりの味噌汁か、いいな。あさりの味噌汁って僕自分で作ったことないわ。てか僕あさりの酒蒸し好きなんですよね。今思い出した。久しく食べてないな。そしたら今から英単語の勉強します。あさり買いに来たんですけどちょっと高いな。はい、こちら塩買いました。沖縄の屋我地島っていうところの塩ですね。色がピンクです。はい、かなり早めの晩ご飯です。もう日暮れるのがだいぶ早くなったんで、晩ご飯はできるだけ5時半か6時には食べたいですね。で冬の間はできれば9時ぐらいには寝たいですね。やっぱり夏よりも睡眠時間長く確保しないと朝起きるのがめっちゃきつい。アボカド2日間放置してたんでかなり熟してます。マジでうますぎ。ちょっとこれ味噌汁とアボカドのツートップかもしれへん。おはようございます。なんとか日の出前に起きれました。8時間半寝たんですけどめっちゃ起きるのきつかった。あと2分で日の出ですね。でめっちゃ曇ってるわ。サップ。布団をどのタイミングで羽毛布団に変えよう。もう朝結構寒いもんな。でも今日一回も目覚めてないからまだこの布団でもいけるってことやな。これからの時期はこのスリッポンをサンダルとして使います。というのは靴下履いてるんでこのサンダルは履けないんですよ。このスニーカー結構穴開いちゃってて、だからこれを新しく買ったんですけど、これももうだいぶボロボロですね。これはもう今は運動靴です。今日は倍量のカフェラテ作りました。これ1杯作るのにブラックコーヒー4杯分のコーヒー使ってますからね。味は完璧なんですけどね。急にめっちゃ寒なったからもうアイスカフェラテ飲まないですね。もうライトダウンジャケットも着てるし。いやーすがすがしい朝やな。まだ8時過ぎか。今気温まだ14度しかないですね。10時でやっと18度。ちょっと14度で外出んのはね寒いですね。さあ今から作業するか。もう実はすでに30分作業したんですけどね。今日はあさりと玉ねぎの味噌汁作りたいと思います。でこのあさりね砂抜きされてるみたいですね。じゃあもうそのまま使っていいってこと？砂抜き一応しといた方がいいみたいなんでやります。で貝もねやたら殻閉じちゃってるやつが多いんですよね。だから塩水につけて殻開いてもらわなあかんわ。ではここに塩水入れていきます。これで30分ぐらい放置します。できれば暗い方がいいらしいんでアルミホイル乗せときます。切りやす。場合によっては小さい包丁の方が切りやすいかも。30分以上経ってるんですけど全く殻開いてないですね。もっと長い時間置かなあかんのかな。水捨ててちょっと厚めの塩水入れたんですけど殻開いてきましたね。もう入れて1分以内に全部殻開き出した。もう全部うっすら開いてるわ。こいつ中身出てきてるし。もう5分ぐらい経ったんでこれ洗います。そしたら温めていきます。
昼ご飯です。でアサリの味噌汁食べてみます。待って、このアサリ身ちっさ。待て待て、全然食ってる気せえへん。これちっさすぎひん？普通は多分この3倍ぐらいあると思うねんけど、マジで食ってる感じが全くせえへん。ほんまに食べてる感じが全くないな。もはや玉ねぎの方がうまいし、アサリは下処理がめんどすぎるんでもう入れへんな。今から散歩行きます。今日は完全な曇りなんで空が真っ白です。遠足で来てる小学生がいっぱいいますね。歩いてたらめっちゃ暑なってきたな。さすがにまだライトダウンは暑いか。久しぶりに焼き芋食べるか。帰ってきました。暑っ。で今日はねちょっと久しぶりに焼き芋買いましたね。2、3年前ぐらいの冬めっちゃ食べてたわ。うわでっか。ちょっと食べんの半分だけにしとこう。でもう半分は晩ご飯食べてから食べます。焼き芋ね冷やした方がうまかったりするんですよね。うまっ。さあポケモン見よう。ポケモン見たんで次は英単語帳やります。今日の晩ご飯は卵かけご飯です。めっちゃ質素。焼き芋食べたせいでお腹が結構張ってるんですよね。やっぱ空腹は最高のスパイスなんで、間食せん方が晩ご飯は絶対うまくなりますね。やっぱりお腹空いてなかったら別にそんなに美味しいと思わんもんな。砂噛んだ。砂抜けてないやんけ。おはようございます。今日の昼から明日の夜までずっと雨降るらしいんですよね。というわけで今から散歩してからスーパー行きたいと思います。早くも雨降ってきましたね。どうしよう、帰ろっかな。スーパーだけ行って帰ります。今日は味噌汁じゃなくて豚肉と白菜の重ね煮を作ろうと思います。白菜でっけー。こういう時はねでかい包丁の方が切りやすいねんな。うわ包丁が短すぎてめっちゃ切りにくい。あ、てか豚バラこれ短いわ。長いやつ買えばよかった。これ豚肉と白菜重ねる意味って何なんて思ってたんですけど、一応意味あるらしいですね。だって重ねんのめんどくさいもんな。正直味は一緒やと思うけどな。めっちゃ積み重ねてるけどこれね絶対うまく切れないんですよね。豚肉がうまく切られへんねん。一旦真ん中切ろう。あ、思ったより切れたな。やっぱ包丁研ぐとね切れ味めっちゃいいわ。でここ半分かな。でこの余った白菜は適当に鍋に入れるか。こんな感じで鍋にきれいに並べました。でここに水でここに白だしですね。これで 45ml、 あと10入れたい。であとは生姜はいっぱい入れよう。であと残りの白菜ですね。結構煮込んだんで確認してみます。うおー、白菜がめっちゃクタクタでいい感じですね。はい、昼ご飯完成しました。手上げレッタキャース。わ、しみるな。うまっ。やっぱりあったかいスープ僕めっちゃ好きやわ。今日から11月か。もう今年残り2ヶ月ですよ。早いな。今親子丼作ってます。うまっ。めっちゃ出汁効いてる。もうかなり煮込んだんで卵入れていくか。卵もうちょい多くてもいいかもな。卵あと1個入れようかな。この卵小さすぎるな。やば、クソうまそう。めっちゃつゆだくですね。親子丼はね卵固まってると美味しくないんでこのぐらいでいいんですよ。ちょっとこれはやりすぎやな。この前親子丼めっちゃうまく作れたんで今日も作ってみました。山椒かけよう。というわけで晩ご飯です。めちゃくちゃうまい。おはようございます。めっちゃ天気悪いわ。朝やのに夜みたい。今日はそのまま鍋に入れます。
あれこれもはや鍋食べたくなってきたな。見栄えはねちょっと悪いんですけど味は一緒でしょ多分ね。昼ご飯です。まだ11月やのに体がめっちゃ冷えてます。僕いつも朝ごはん食べてないんですけど、多分冬の間はちょっと食べた方がいい気がするんですよね。というのはカロリー取ってない状態やから体がめっちゃ冷えるんですよ。もう常にあったかい水飲んでてもめっちゃ冷える。朝食べるならオートミールと味噌汁でいいかもしれん。めっちゃ雨降ってるわ。夕方に止むってなってるけどほんまに止むんか。今日の晩ご飯は親子丼とキャベツです。おはようございます。やっと晴れましたね。今スーパーに食材買いに行ってました。で買ったら店の外出るわけじゃないですか。で歩いて帰ってたんですけど、家の近く歩いてる時になんかやたら見られんなって思ったんですよ。でそしたら僕スーパーのカゴ持ったまま歩いてたんですよね。いやそら見られるわ。くっそはずいし。いやもちろんお金は払いましたよ。やけど音楽聴くのに集中しすぎてて袋に入れるの忘れてましたね。ねえこれお金払うの忘れてたら万引きになって捕まりますからね。昼ご飯です。はい、今日はもうめちゃくちゃ天気いいんで今から散歩行きたいと思います。今日は完全に雲一つない快晴です。気持ちよすぎる。このただの池もね快晴のおかげで素晴らしい景色です。気候がいいんで人がやばいぐらい多いですね。丸2日歩いてなかったんでかなり気持ちいいですね。結構歩いたわ。もう結構寒くなってきたんで今日は鍋にしようかな。このポン酢良さそうやな。買ってみるか。そしたら鍋の準備していくか。鍋は切るだけなんでめっちゃ楽ですね。肉を先に入れるべきやったな。量多すぎるわ。生き方に地図なんかないけどだからめっちゃ煮込んだんで出汁かなり減りましたね。さあここにポン酢をかけます。めっちゃいい匂い。というわけでいただきます。約1年ぶりの鍋か。久しぶりやなこの感覚。めっちゃ温まりますね。最高これよこれ。いやほんまね部屋の中もだいぶ寒くなりましたからね。足先とかめっちゃ冷えんもん。今日は米炊くの忘れてたんでうどん食べます。野菜と肉だけで結構腹いっぱいになったな。やっぱうどん最高。はい、というわけであとは風呂入って寝るだけなんでそろそろ終わりたいと思います。最近正直ねちょっと生活がたるんできてますね。いやもちろん全然ひどいとかではないんですけど、夏の間の生活があまりにも良すぎたんで今がかなり微妙やなって感じるんですよね。で何よりねやっぱり寒くなってきたからか朝起きんのがとにかくきつい。睡眠時間8時間とってなんとか起きれるって感じなんですよ。7時間とかやったらほんまに1回で起きれる気せえへん。だから睡眠時間を長く確保してるわけなんですけど、それもあって当然1日の使える時間って短くなるわけですよ。であとはね昼ご飯作るのになんか最近やたら時間かかってて多分40分ぐらいかかってる気がする。なんか昼にささみ焼くようになってから結構時間かかっちゃってて、ほんまは昼ご飯作る時間って20分以内で終わらせたいんですよ。やけど作るもんが多すぎて全然20分に収まんないんですよね。そういうこともあってなかなか8月9月の時みたいに自分のやりたいことを時間通り進めれてないんですよ。それでも一応なんとかやってはいるんですけど終わる時間が遅くなっちゃってるからなんかゲームやったりする時間がね全然ないんですよね。なんか読書の時間も短くなってるし、いやこれちょっとねなんか見直さないといけないですね。やっぱ夏ってめっちゃエネルギー湧いてくるよな。なんか冬よりもどう考えても行動力あるしもう何でもできるような気がしてくるんですよね。でもなんとか7時までには起きれてるから冬の間も遅くても6時半には起きようと思います。そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。